はい、こんにちは。建築写真家の田岡信樹です。日頃は田岡カメラをね、ご覧いただきありがとうございます。ですね、ちょっとボディとかレンズのね、レビューが続きますが、今日は、新たにですね、ソニー、僕は今までソニーの α9 をメインでね、使ってはいたんですが、もう一台ね、ちょっと新たに導入したのが、この α7R4、解像度6100万画素のね、CMOS センサーの、カメラになります。α9 に比べてね、α7R4、この α9-2 もですね、そうなんですが、このボディのね、作りがね、若干ちょっと重厚感が増した感じになっています。サイズ感的にはほぼ変わらないんですけれども、握るとね、明らかにこのグリップ部分っていうのが、ちょっと増した感じで、持ちやすくなっています。ここのね、角度も少しね、上に持ち上がった感じで、握りのね、部分が深く持てるようになってる、改善されています。あとね、ボタン関係もいろいろね、改善されていて、非常に使いやすい、握りやすいね、そういった機種に、モデルチェンジしたこの α7R4 なんですが、解像度6100万画素ということもあって、メインのね、機材としても、R5 と、EOS のね、R5 に引き続いてね、使えるなということで、導入しました。で、さらにはですね、なぜこの α7R4 をね、僕導入したかというと、もう一個大きな理由があって、今度8月の7日にですが、ソニーから純正の1224 F2.8 というね、超広角レンズの G マスターレンズがね、発売されました。それによってね、こいつを導入すると、建築写真的にも非常に見た目的にね、クオリティの高い写真が撮れるんだろうということでね、新たに導入しましたので、またちょっとね、そのレンズはね、今注文中ですので、届き次第ね、また実機を使ってレビューしたいと思いますが、今日はですね、この α7R4、単体のね、ちょっと動画をね、レビューでご紹介していきたいと思います。で、今レンズついてるのは、この本体にマウントアダプター、メタボンズのアダプターに、これはキヤノンの建築写真御用達の TSE の 17mmF4L というレンズが今ついてます。ちょうどこういう感じに、なります。で、あとはここに僕バッテリーグリップつけてますので、大きさ的にはちょっと大きく見えるかもしれませんが、これ外すとこんな感じですね。はい。ちょっとやっぱりね、前のめりする大きな感じがしますけど、これにバッテリーグリップ、これつけてね。で、それに、これはRRS、リアリーライトスタッフっていうメーカーさんの L 型プレート、ね、アルカスイスの、プレートを、こうやって L 型プレートつけております。これによってね、非常にバランスも良くなるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、実際にこれね、α9とね、何が違うかっていうと、外観のボディデザインはね、ここにダイヤルモードがないだけですかね。あとはもうほぼほぼ一緒ですし、さっき言ったように α9 に比べるともう持ち味はしっかりしてます。そういった意味ではね、非常に優れたボディ性能が期待できます。一度じゃあこちらの方、ボタンのね、詳細もちょっと紹介していきたいと思いますので、はい、こちらをご覧ください。はい。ではですね、こちら α7R4 の、ボディの細かいところをご説明していきます。電源はこちらシャッターボタンと併用のところにこうついてます。はい。これでね、ダイヤルオンオフで。で、この真ん中にシャッターボタンがついてます。で、ファンクションのね、C1、C2 ボタンと、それから後ろに C3 ね、はい、ついてます。はい。で、あとはここにね、モード切り替えのダイヤルがこうついてます。で、あとこちらにね、露出の設定のダイヤルがこうついてます。で、これがね、ここにね、ロックボタンがつきました。はい。これやると固定されます。で、こちらのダイヤルもね、前のダイヤルとはちょっと違ってる感じですね。なんか回しやすくなってるような気がします。で、ボタンの押す感触もね、なんかちゃんと押しやすい感じのボタンにね、変更されてますね。そのあたり全部そうかな。この C3 ボタンもそうですし、メニューとか F 音ボタンも、なんか押しやすさが α9 より
良くなってるような気がします。はい。で、このジョグダイヤルに関しても、これね、回しやすくなってますね、明らかに。α9 とかね、多分 α7R3 ですね、に比べると、この辺のダイヤルとかボタンが全てにおいて使いやすい、そんな、感覚に変わってるかなと思います。はい。で、ここにジョイスティックのね、こういったものがついてます。このジョイスティックの滑り止めの加工がちゃんとうまくはっきりしてあって、で、非常に操作しやすくなってますね。で、ここに録画ボタン、で、AF オンボタンと AEL ボタンと、で、ここにもう一個ファンクションボタンがついていて、で、再生ボタンとゴミ箱ボタン。はい。で、僕の場合はこれ縦グリップね、つけてますので、これももうほぼこちらの横構図と縦構図でも同じようにこのジョイスティックと AF ボタンと AEL ボタンがついている、同じような位置関係についてるかなという気がします。このダイヤルだけはね、中に入り込んでるので、ちょっとこちらのトップのついてるダイヤルとはちょっとね、使い勝手が、感覚がちょっと違いますが、それでも回しやすい仕様になっているかなと。で、同じように C1、C2 と。で、ここにロックボタンとシャッタースピード。で、さらにここに前面にダイヤルボタンという風になってますので、縦であろうが横であろうが、使い勝手はほぼ一緒の感じですね。やっぱりこの肉厚というか、この部分が大きくなったことによって非常に持ちやすくなった気がしますね、やっぱり。実際に、実践で導入してても、非常に扱いやすくて疲れにくい感じが僕個人的にはしました。やはりね、ちっちゃすぎるのがいいかっていうと、そうではないんだなっていうのが、この僕 α9 と α7R4 を比べて、感じたことです。ちっちゃければ必ずしもいいわけじゃなくて、やはり使いやすい握り方のね、僕の場合は男性の手ですので、女性からするともしかしたら前のタイプの方がいい場合もあるかもしれませんが、それでも結構ね、持ちやすさっていうのはあるかと思うので、実際に持ち比べていただいて、比べていただいた方がいいかなとは思います。僕からするとちょうどいい大きさの感触です。はい。よいしょ。こっちか。僕はここに C2 に拡大のあれをね、持ってきてるので、これを押すと拡大してモニターのピンとフォーカスをね、合わせられるようにしてます。はい。これミラーレスならではのやはり機能だと思います。この、ピント拡大のボタンのね、割り当ては自分の好きなところに多分できるかと思いますが、僕の場合はシャッターのすぐ横のね、C2 ボタンに割り当てて、使ってますと。はい。あとはね、ソニーの場合はこのダイヤルもこう右左上下でこうね、ボタンがこう割り当てができるというところがありますので、ISO感度だとかね、それからディスプレイの表示なんかはこのジョグダイヤルのボタンで操作できたりしてます。で、これがドライブモードね。はい。シングルなのか、連射モードなのか、タイマー撮影なのかっていうのが、ここのダイヤルの左を押すとできるようになってます。はい。皆さん以上ですが、どうでしたでしょうか？このね、ソニーの α7R4。ソニーのね、機種 α7 と α9。ね、なんか噂によると α5 も出るんじゃないかなんて言われてますが、いろんなね、シリーズが充実してきている中でね、僕はこの α7R4、正直 α9 と比べて使い勝手ってそんなに変わらないかと思ってたんですが、実際に手にしてみるとね、大きな違いをね、たくさん感じます。進化をね、やっぱり感じますので、常にね、最新の機種っていうのは、それなりに、どうでしょうね、メーカーさんもやはりユーザーの反応をね、やはり考慮していろいろ改善してきてるんだなということを強く感じましたので、皆さんもね、ぜひソニーのね、アルファシリーズ最新機種をね、手に取って、いろいろね、写真撮ってカメラライフ使っていただけるといいんじゃないかなという気がします。僕はこのね、α7R4 また今後も大切にちょっと使っていきたいかなと思いますので、今後もいろんなね、機材レビューしていきたいと思います。あとは
らですね、いろんな機材もちょっと僕揃ってきましたので、レンズとのね、取り比べなんかもね、今後はしていきたいなというふうに思いますので、そういったね、動画をね、ぜひ参考にして見てみたいという方は、チャンネル登録してご覧いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。